外に出れないこんなご時世だからこそ、AWS メディアサービスによるライブ配信入門というところで、本セッションの方を始めさせていただきます。まず、自己紹介の方をさせてください。AWS 事業本部のコンサルティング部というところに所属しております、大前と申します。好きなサービスとしては、今回メインでお話しする AWS メディアサービスを挙げさせていただいております。早速なんですが、皆さん、こんな質問を、上司であったり、取引先のお客様であったりから、質問されることを、イメージしてみてください。上から読み上げますと、AWS でライブ配信をしたいんだけど、メディアサービスっていうのが AWS にあるらしいじゃんと。あれ、そもそも YouTube ライブとかもあるよねとか、それじゃダメなんだっけとか、いろんな質問をされることがあると思います。こういった質問に対して、回答がパッと頭に浮かびますでしょうか？というところで、本セッションの目的としましては、AWS メディアサービスの全体像といいますか、それぞれの役割を理解できるというところがまず一つ、挙げられます。続いて AWS でライブ配信を行う際の、構成が、具体的にイメージできる。最後に、YouTube とか、と比較して、なぜ AWS で構築するのかというところに答えられるというところを目的とさせていただきます。逆にですね、本セッションで話さないこととしては、各サービスの細かい説明とか、配信技術に関する、細かい説明というところは、割愛させていただきます。また、VOD、ビデオオンデマンドですね、については、時間の関係もあり、今回はライブ配信に限ったお話とさせていただきます。では、改めまして本セッションのアジェンダというところで、まず AWS メディアサービスの概要を説明させていただきます。その上で AWS から少し離れまして、私たちにライブ配信が届くまで、というところで、ライブ配信の仕組みをですね、細かく紐解いて、理解していきたいと思います。で、ライブ配信の仕組みがある程度イメージできましたら、その上で AWS メディアサービスというものが、どういった役割を担ってくれるのかというところを、説明していきます。最後に、なぜ AWS で動画配信をするのか、YouTube とかではダメなのかといったところの、比較、であったりだとか、判断基準といったところを、ご説明できればと思います。で、その上で最後にまとめとさせていただければと思います。では早速、AWS メディアサービスとはというところで、AWS メディアサービスとは、AWS 上でライブ配信や、VOD、ビデオオンデマンドなどのビデオワークフローを構築する際に役立つサービス群のことを指し示している単語です。要は、メディアサービスが、ある一つのサービスなのではなくて、いろいろなサービスを含んだ言葉ということをご理解ください。また少し細かいお話をさせていただきますと、2015年にですね、エレメンタル社という映像ソリューションを、持っている会社を AWS が買収したことがきっかけとなって生まれたサービスになっています。ですので、AWS メディアサービス、ほとんどのサービスにですね、エレメンタル何々、エレメンタル何々といった風に頭にエレメンタルというワードがついていることがほとんどです。では具体的にどういったサービスがあるのかというところを見ていきたいと思います。大きく分けて AWS メディアサービス2つに分けることができるんですけれども、まずは AWS メディアサービスという、EC2 とかと同様に、マネージドコンソール上から使用できるサービスになります。で、これらすべてですね、サーバー管理不要のマネージドサービスとなっております。上から読み上げていきますと、AWS エレメンタルメディアコネクト、メディアライブ、メディアパッケージ、メディアストア、メディアコンバート、メディアテイラー、そして、少し経路が違うんですけれども、Amazon Kinesis Video Streams というものも、メディアサービスの、一つとして、扱われております。もう一つがですね、AWS エレメンタルアプライアンスとソフトウェアという、分類がございます。こちらはですね、サービスでは、
サービスではなくて、AWS から物理機材を購入して使用していただく、形になります。具体的には、AWS エレメンタルライブ、エレメンタルサーバー、エレメンタルコンダクター、エレメンタルデルタ、そして最近、GA されて、少し話題にもなりましたけれども、エレメンタルリンクというサービスがございます。ここまで見て、わかるかと思うんですけれども、あまりにサービスが多くて、今回のセッションでは全てをカバーすることができません。なので、今回はですね、ライブ配信で主に使用されるサービス、具体的にはメディアコネクト、メディアライブ、メディアパッケージ、メディアストアを重点的にご説明させていただければと思います。その上でですね、メディアテイラーとか、失礼いたしました。エレメンタルライブ、エレメンタルリンクといったサービスも、少し、紹介できればと思います。では、ここまでで AWS メディアサービスの、全体像についてご説明させていただいたので、ここから少し AWS のことは忘れて、ライブ配信を行うための要素というものを、考えていければと思います。ここで言うライブ配信、というものは、今回はですね、インターネットを経由した配信を前提とさせてください。オーバーザトップというワードがあったりするんですけれども、なぜかと言いますと、衛星放送、私たちがよく、見るテレビの仕組みですね。は、一部異なる部分があったりするので、あくまで今回はインターネットを経由したライブ配信のワークロードを、考えてみましょうというところで、お話の方をさせていただきます。では、ここからそれぞれの要素を見ていければと思います。まず最初ですね、一つ目、撮影というものがあります。当然、これがないと、始まりません。ライブ配信における大元の要素で、カメラであったり、マイクを通じて、現実世界の映像であったり、音声というものをデータ化する、フェーズになります。続いて、エンコードですね。カメラとかをお持ちの方は、なんとなくイメージできるかもしれないんですけれども、撮影されたばかりのデータっていうのは、ファイルサイズがとても大きくてですね、インターネット経由でユーザーに届けるには、ある程度見た目は保ちつつ、可能な限りファイルサイズを小さくしてあげる必要が、あります。これを一般的にエンコード、でそれを行う、サーバーであったり、機材のことをエンコーダーと呼ぶことが多いです。続いて、パッケージングです。ファイルサイズを小さくしたからといって、それをそのままユーザーに届けられるわけではなくて、動画を再生する環境というのは様々です。皆様お持ちの PC であったり、Android とか iOS といったスマートフォンだけではなくて、下の図に少し載せているんですけれども、Fire TV とか、Xbox とか、様々な動画の再生環境というものが考えられます。そのため、動画のファイルも、そういった再生環境に応じて、いろいろな形に変換してあげる必要が、出てきます。これを、一般に、パッケージングというところで、行うことが多いです。そして、パッケージングが行われたファイルは、オリジンという、エンコードであったり、パッケージングが完了したファイルを保管するサーバーであったり、ストレージに、格納されることになります。で、ユーザーはですね、このオリジンに対して、ビデオファイルをくださいと、リクエストをなりてデータを取得するような形になります。はい。とはいえ、オリジンに、世界中のユーザーからリクエストが集まってしまうと、サーバーの負荷であったり、ストレージの負荷というものが高まってしまうので、一般的には、その間に CDN、コンテンツデリバリーネットワークというものを間に挟むことで、オリジンの負荷を、下げることが多いです。でこうして、オリジン、CDN を経由して、動画のファイルが、晴れて、私たちの手元のデバイスに届くわけなんですが、動画のファイルが届いたからといって、私たちはそれを直接見ることはできないんですね。で、デバイス側でそういった受け取った動画ファイルを、我々、人間が視聴できる形で表示
してあげる必要がありますと。デバイスによってはそのまま再生できたりする場合もあるんですけれども、一般的にはフロントエンドの技術ですね。JavaScript であったり、そういったプログラミング言語での実装が必要になってきます。以上がライブ配信のワークロードに出てくる一通りの要素になるんですが、全体図としてまとめてみますとこんな感じになります。流れをおさらいすると、まず撮影されたデータはエンコードというところでファイルサイズを小さくします。で、パッケージングによって各デバイスに対応したファイルに変換されてオリジンに保管されます。で、オリジンに保管されたファイルは CDN を通して私たちのPC であったりスマホであったりに届けられます。で、私たちが持っている PC であったりスマホの上では動画プレイヤーというものが動いていて、受け取った動画ファイルを私たちが動画として視聴できるように変換してくれています。これが私たちにライブ配信が届くまでといった一連の流れになります。あくまで一例になりますので、世の中いろんなワークロードあると思うので、ご参考までに留めていただければ幸いです。じゃあ、AWS に話を戻しまして、AWS メディアサービスは何をしてくれるのというところですね。で、AWS としては、エンコード、パッケージング、オリジン、配信、CDN ですね。までを、カバー可能です。逆に言うと、撮影と動画プレイヤーについては AWS 側で機能が提供されていないので、自前で用意が必要となってしまいます。はい。では、ここから AWS で動画配信、ライブ配信のワークロードを構築する際に出てくる要素について、それぞれ見ていきたいと思います。まず、オンプレから AWS へのデータ転送というキーワードが出てきます。これ何という感じになるかもしれないんですけれども、撮影という要素を、AWS の外で行う以上、撮影されたデータを何らかの手段で、まずは AWS に持ってくる必要が出てきます。その際の方法としては、まずは一般的なインターネット経由で転送するであったりだとか、あとはより、信頼性であったり、パフォーマンスというものが必要になるのであれば、AWS にはダイレクトコネクトという、変域網接続を提供するサービスがありますので、こういったサービスをご利用いただいて、AWS に動画ファイル、ライブ配信のファイルを転送いただくことも可能です。次にですね、オンプレミス側でのエンコードというものが必要になる場合があります。先ほどエンコードの部分を説明した際に、撮影されたばかりの動画ファイルはあまりにも大きいので、インターネット経由で、データを転送するには、まずは動画のファイルを小さくする必要がありますというお話をさせていただきました。これはですね、AWS にデータを持っていく際にも同様で、場合によっては、オンプレミス側で撮影した映像をまずはエンコードしてから AWS に転送するといったフローが必要になる場合もあります。で、エンコードを行う製品というのは世の中にたくさんあるんですけれども、AWS としてはですね、物理製品として Elemental Live というサービスがありますので、こちらをご利用いただくこともできます。またですね、最近 GA されました AWS Elemental Link というものを使用することもできます。こちらですね、後ほど出てきます AWS Elemental Media Live という AWS 上のサービスに対して直接データ転送が可能である上に AWS Elemental Link 内で動画をいい感じに圧縮して AWS に転送してくれるというところで最近注目が集まっているサービスの一つになっています。はい。続けまして AWS 間でのデータ転送というキーワードがございます。これもまた何という感じになると思うんですけれども、AWS にデータを持ってこれたとしても、また AWS の中でデータ転送が必要となってしまうケースが考えられます。例えばですね、海外のイベント、例えば海外のスポーツイベントなどを海外で撮影して、AWS のアメリカの
リージョン、ここで書いていると、バージニア北部のリージョンに、動画のデータを転送したとしても、実際にその動画を視聴するのは日本のユーザーなので、東京リージョンにデータを持ってきたいです。といったニーズが、発生するケースがあります。また、同じ東京リージョンでも、違う AWS アカウントに対して、データを転送したいといったケースも考えられます。こういったですね、動画の伝送とか、については、AWS エレメンタルメディアコネクトというサービスが、提供されています。こちらですね、高品質なライブ動画伝送サービスとなっておりまして、信頼性の高い動画伝送を実現できます。で、一般にですね、国をまたいでデータを転送するとか、そういった場合には、海底ケーブルとか物理的な、ネットワークを使ったりだとか、あとは衛星通信ですね。といったものを使う必要があるんですけれども、それに比べて非常に安価にご利用いただけますと。あとはマネージドサービスですので、サーバーの管理等を気にする必要がないというところがメリットになっています。実際にですね、具体的にこういった構成図になりますというところを記載しているんですけれども、メディアコネクトをバージニア北部リージョン、東京リージョンにそれぞれ立てていただいて、メディアコネクトにインプットされた動画を別のリージョン、ここで言うと東京リージョンのメディアコネクトに伝送すると。で、右側は複数サービス等への分配も可能です。一つの入力、左側のメディアコネクトに対して入力された動画を、他のメディアコネクトであったりだとか、メディアライブという別のサービス、はたまた、オンプレミスのサーバーに対して、分配することも可能です。はい。続けて AWS 上でのエンコードというところについて、お話をさせていただきます。はい。AWS 上ではですね、AWS エレメンタルメディアライブというサービスが、エンコードを行うサービスとして提供されています。こちらですね、ライブ動画向けのエンコーディングサービスとなっていまして、放送品質レベルを実現するような、様々な機能を持ち合わせています。また、こちらも同じくマネージドサービスですので、可用性であったり、サーバーの管理を、意識、する必要がないといったメリットがあります。あとはですね、エンコードだけではなくて、例えば HLS であったり、HLS であれば、パッケージングまで実施可能だったりもします。で、構成図になるんですが、オンプレミスから上がってきたデータを、メディアライブで直接受けるような形が一般的です。ただ、先ほど述べたような AWS 間でのデータ転送等が必要になるケースでは、メディアライブの前にメディアコネクトが挟まったりはします。はい。続けて AWS 上でのパッケージングですね。AWS 上でのパッケージングに関しては AWS エレメンタルメディアパッケージというサービスが提供されています。こちらですね、動画のパッケージングサービスになっていて、DRM、デジタル著作権管理であったり、広告挿入といった高度な動画機能を実現するような機能をたくさん持っています。またですね、パッケージングだけではなくて、オリジンの役割も内包しています。構成としては、先ほどのメディアライブの後ろにくっつくような形ですね。メディアライブでエンコードした、動画ファイルをメディアパッケージでパッケージングして、オリジンとして格納してもらう。そんな形になります。続いてですね、AWS 上でのオリジンとしては、AWS エレメンタルメディアストアというサービスが提供されています。こちらですね、ライブ配信データを保存、配信するためのサービスとなっていて、ベースはですね、Amazon S3 というストレージサービスが、ベースになっていますので、その S3 が持つセキュリティだったりだとか、耐久性といったものを、そのまま活かすことができます。また、ライブ配信に特化したパフォーマンス、でチューニングされていますので、ライブ配信のワークロードを構築する際には、メディアストアをご利用いただくことが可能です。ここでですね、少し AWS 詳しい方ですと、例えば画像とか動画ファイルは、S3 に保存してそこから配信しましょうみたいな、
話をよく聞くと思うんですけれども、じゃあこの S3 とメディアストアどうやって使い分ければいいのというところなんですけれども、簡単に、説明しますと、ライブ配信に関してはメディアストアをご利用ください。で、その他ですね、画像とか、仮に動画であっても、ビデオオンデマンドのコンテンツである場合には S3 で問題ありません。この使い分けのポイントとしては S3 の特性である結果整合性というところがポイントになってくるんですけれども、今回はご説明する時間があまりないので、ブログ、弊社ブログ、書いておりますので、そちら良ければ、ご参照ください。はい、構成としてはこのような形になります。メディアパッケージが、オリジンの役割を持っているので、メディアライブでエンコードした動画を、メディアストアに、格納するような形になります。で、ここでですね、構成として、メディアライブとメディアストアの組み合わせ、もしくはメディアライブとメディアパッケージの組み合わせという2通りが考えられることになると思うんですけれども、じゃあこの使い分けというところを、少しご説明させていただければと思います。まずですね、メディアライブとメディアストアの、構成については、シンプルなライブ配信に最適な構成となっています。具体的には配信対象のデバイス種別が少なかったりだとか、あとはメディアパッケージでできるような高度な動画機能が不要であったりだとか、する場合には、この構成、メディアストアを、お使いいただく構成が、フィットするかと思います。で、内部的にはですね、メディアライブでエンコードとパッケージングを行って、メディアストアで、オリジンの役割を、担う形になります。一方ですね、メディアライブとメディアパッケージを使う構成ですね。こちらは逆に配信対象のデバイス種別が多かったりであったり、DRM、デジタル著作権管理であったり、広告挿入といった、高度な動画機能が必要になってくるケースであれば、メディアストアではなくてメディアパッケージをご利用いただくことが推奨されます。で、内部的にはメディアライブでエンコードのみを行い、メディアパッケージ側でパッケージングと、オリジンの役割を担う形になってきます。簡単にまとめますと、まずはメディアライブとメディアストアといったシンプルなライブ配信の構成を検討してみてください。その上でですね、実現できない要件、例えば、複雑な、動画機能を実現したいですとか、そういった要件がある場合には、メディアライブプラスメディアパッケージを、採用するような構成に、変更していくことを検討いただければと思います。はい。では、ここまでで、AWS 上で、エンコード、パッケージング、そしてオリジンへの格納というところができました。ので、いよいよ動画ファイルをインターネット経由でユーザーに配信していくんですが、ここでお使いいただけるサービスとしては Amazon CloudFront という、ご存知の方、多いかと思うんですけれども、AWS が提供する CDN のサービスになります。CDN を使用することでオリジンの負荷を軽減することができます。で、CDN の仕組みに少し詳しい方であれば、ライブコンテンツっていう、どんどん新しいコンテンツが生み出されて、ユーザーからも、どんどん新しいコンテンツに対してリクエストが行われるといったワークロードに対しても、こういった CDN が有効なのかというところを少し疑問に思われる方もいるかもしれないんですけれども、こちら、問題なくライブコンテンツに対しても、クラウドフロントご利用いただけます。実際にですね、AWS の公式ドキュメントで、ここに言及した、今お話ししたことについて言及した資料があったりしますので、よければご参照ください。はい、構成としては、このような形になります。オリジンとしてメディアストアもしくはメディアパッケージの後ろに、クラウドフロント CDN が挟まる形ですね。はい。では、ここからライブ動画の再生環境というところについてお話しさせていただきます。で、最初に申し上げた通り、AWS ではですね、動画プレイヤーを実現するサービスというのはありません。そのため、自前で実装を行っていただく必要がございます。具体的な手段としてはですね、Video.js といった、JavaScript のフレームワークがあったりするので、それをご利用いただいたり、あとは GeoPlayer といった、
簡単に動画プレイヤーを作成することができますよという製品が世の中にいろいろありますので、そういったものをご利用いただくのがいいのかなというところです。実際ですね、弊社でもですね、こういった例えばビデオ JS 使ってみたりだとか、ジオプレイヤー使ってみたりだとか、いろんなブログ執筆しておりますので、よければこちらご参照ください。はい。ここでですね、少し話が逸れるんですけれども、動画配信に、必ずと言ってもいいほど出てくるワードとして広告挿入というものがございます。で、AWS ではですね、AWS エレメンタルメディアテイラーという、動画に広告を挿入できるサービスが、ございます。こちらはサーバーサイドの、広告挿入の形になるんですが、このメディアテイラーだけで、広告を挿入できるわけではなくてですね、広告情報を返却する、アドサーバーというものが別途必要となってきます。構成としてはこんな形になります。AWS 側としてはメディアパッケージと、クラウドフロントの間にメディアテイラーが入って、でこのメディアテイラーが、広告情報を返却するアドサーバーと、通信を行うような形になります。この広告挿入というところはですね、細かい部分を話すとなかなか、時間がかかってしまうので、今回は、参考までにというところで留めさせていただきます。はい。では、ここまでで、AWS を使用した際の、ライブ配信のワークロードというところを、一つ一つ、説明させていただいたんですが、改めて全体像というところを振り返っていければと思います。はい。全体の構成としてはこんな感じになります。左から、見ていきますと、まず、撮影が行われたデータは、必要に応じてオンプレミス側で、エンコードが行われます。その際には AWS としては Elemental Live といったサービスがあったり、もしくは AWS でなくても世の中にエンコードを行える物理製品たくさんありますので、そういったものをご利用いただくことが可能です。AWS で動画配信を行うためには、まずオンプレミスから AWS にデータを持っていく必要があります。その際にはですね、インターネット経由はもちろんなんですが、ダイレクトコネクトといった並記網接続のサービスをご利用いただくことも可能です。で、こうして AWS に、データが持ってこられ、AWS に持ってきたデータは、必要に応じてメディアコネクトというサービスを利用して AWS の中でデータ転送を行っていただきます。で、一番最初に説明したエンコードパッケージングオリジンという、ライブ配信において、必要な要素についてはメディアライブ、メディアストア、メディアパッケージといったサービスがそれぞれ、実現することができます。その先にですね、クラウドフロントという CDN を経由して、私たちの、デバイス上で動画プレイヤーというものが動いて、晴れて、私たちはライブ配信を動画として視聴することができるといった流れになっています。はい。これはですね、あくまで一例ではあるんですけれども、AWS を使ってライブ配信を行おうとした際の構成としては、なんとなくイメージができるようになったかと思います。では最後にですね、AWS で、ライブ配信する方法は分かったよと。じゃあ一方で、そもそも AWS でライブ配信をする必要はありますかというところを、お話しできればいいかなと思います。少し強い言葉を使ってしまったんですけれども、動画配信に関するプラットフォームであったりパッケージ製品っていうのは世の中に数多く存在しています。身近なところですと YouTube とか、いろいろありますよねと。で、そういった YouTube を使うと簡単に動画配信ができたりするので、わざわざ AWS で頑張って構築する必要がないケースも当然出てきます。一方で当然 AWS で構築する必要があるケースというものもありますので、ここではですね、しっかり AWS で構築する理由というものを腹落ちさせることが大事になってきます。で、AWS メディアサービスに関わらず、AWS を使う使わない、クラウドを使う使わないという議論については、いろんな要因
がありますので、ここで取り上げるポイントはあくまで一例というところで、参考に留めていただけますと、幸いです。まずですね、一つ目のポイントとしては、ポリシーとかコンプライアンスによって、YouTube とか、プラットフォームが使えないといったケースが考えられます。会社のルール的にそもそも NG ですよと。あとは YouTube とか使いますと、ホームページに動画を埋め込んだ際に、YouTube 感とか、そういった、プラットフォーム使ってるな感が、出てしまったりして、そういったのがあんまりよろしくないとか。あとは、他社のプラットフォーム上にコンテンツを保管できない、セキュリティ的な問題とか、いろいろ考えられると思います。二つ目が、ランニングコストですね。配信プラットフォーム。先ほど、AWS でライブ配信を行う際にはこんな構成になりますよというものをご説明させていただいたんですけれども、ああいったもの、撮影からもうビデオプレイヤーまでまるっとパッケージングしたような製品っていうのは世の中にいろいろあったりするんですけれども、なかなかお高いケースも多いです。そのため、1ヶ月に1回だけ配信したいとか、あんまりユーザー数、視聴者数少ないんだけれども、ライブ配信を行いたいといった場合には、コスト的に見合わないケースも、出てきます。最後にですね、3つ目として、プラットフォーム使用時の収益モデルというところで、いろんな収益モデル、あると思うんですけれども、よくあるのが再生数に応じた広告収入であったりだとか、あとはユーザーから直接、お金を受け取るといいますか、投げ銭による、収入といったものが、メジャーな収益モデルなのではないかと思います。これらですね、総じて、基本的に配信対象のコンテンツ力が求められてしまうことが多いです。仮にですね、利益が出ても、そういったプラットフォームを使用している以上、一定のマージンを取られてしまうというところで利益率が下がってしまうといったケースが考えられます。逆に、AWS の配信がフィットするケースというものは、今までに挙げたポイントの逆ですね。一時的なスポット配信であったりだとか、あとは、小規模な配信が、AWS をご利用いただくことがフィットすることが多いです。AWS はですね、基本的に重量課金モデルというものを持っていまして、使った額だけお支払いいただくというところで、例えば1時間だけライブ配信を行ったら、その1時間分のインフラの費用、AWS の利用費用だけお支払いいただくといったことも可能なので、必要最小限のコストで始められるというところがメリットかなと思います。あとは収益モデルを自分たちで用意したいと書かせていただいたんですけれども、当然インフラを含めて自分たちで用意をするので、既存の収益モデルにとらわれないようなビジネス、新しいビジネス価値といったものを検討することも可能です。最後に、そもそも AWS をいろいろ使いたい、他の AWS サービスと連携していろいろやっていきたいといった場合には AWS をもちろんご利用いただくことが望まれます。具体的にはですね、AWS いろんなサービスを提供しています。例を挙げますと、機械学習のサービスとかもあったりするので、動画配信と機械学習のサービスを組み合わせて、じゃあ新しいことやってみようという場合には、AWS ぜひご活用いただければと思います。というところで、AWS で配信するしないのまとめというところを、改めて記載すると、まず AWS で配信が、フィットするケースですね。は、先ほども申し上げた通り、スポットの配信とか、重量課金制使った分だけ、お金を支払うといった、課金モデルがフィットするケースが一つ。あとはカスタマイズ制ですね。が求められる場合にも、AWS フィットするケースが多いです。あとは、そもそも、機械学習サービスとかを使ってみたいとか、AWS のサービスをそもそもいろいろ使ってみたいという場合には当然 AWS ご利用いただくことが望ましいです。一方ですね、AWS を使わないプラットフォーム
等の使用が、推奨されるケースとしては、そもそも収益とかあんまり関係ないよと。あんまりお金稼ぐこと考えてなくて、動画の配信さえできればいいですよ。といった場合には、もう YouTube とか使っていただければ無料で動画配信できますので、AWS でわざわざプラットフォームを構築していただく必要はないかなというところはあります。あとは、仮にプラットフォーム、そういった、少し高価な、プラットフォームを使用した場合でも、コンテンツ力に自信がありますと、十分履歴が見込めますと、そういった場合には、コスト的な、面で AWS ではなくて、そういったプラットフォームを、既存のプラットフォームをご利用いただいた方が、良いケースもございます。はい。では、最後にまとめに入らさせていただければと思うんですが、最初の質問を思い出してみましょう。AWS でライブ配信してみたいんだけど、そういえばメディアサービスシーズっていうのが AWS にあるらしいじゃん。あれ YouTube とかもあるよね。それじゃダメなんだっけとか。こんな質問が最初にありましたね。これに対して少しでも、本セッション聞いていただいた方が、回答をイメージできるようになっていただければ、私としては、幸いでございます。はい。では最後に改めて、本日お話ししたこととしては、まず AWS メディアサービスシーズとはというところで概要をご説明させていただきました。で続いて AWS は一旦置いておいて、ライブ配信のワークロード、どういった要素があるのかなというところを説明させていただきました。でその上で AWS メディアサービスといったものは、役割とか、メディアサービスってどういったところをしてくれるのといったところをご説明させていただいた上で、最後に AWS でそもそも動画配信をする場合としない場合、ありますよというお話をさせていただきました。少し、30分、40分という長い時間にはなってしまったんですが、以上で、本セッションの方を以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。